こいつは。例の革鎧に使われていた花崗川らしい。何かのきっかけになればと言っていたよ。なるほど。違う種類の革を組み合わせてあるのか。それを何層にも重ねて補強してある。そうか。革鎧に仕上げた時にこの上からさらに油で染めてたんだな。それにしてもよくできてやがる。俺にはただの川にしか見えねえが、さすが職人だ。凄さがわかるもんなんだな。そうだ、クライブ。その職人なんだが、カミルって名前じゃなかったか？確かそうだ。やっぱりな。一点物を作って生計を立てている革職人を探ってみたら、そいつの名前が上がってきた。そいつの故郷のタボールって村は革細工が盛んだそうだ。中でもカミルの家系は一子相伝の技術でこの革を作っているらしいぜ。そうだったのか。俺のために面倒かけたな、二人とも。この川を見てるとなんだかやる気が出てきたよ。ブラックソン、そいつはよかった。やっぱりあんたは根っからの職人なんだな。ああ、本当に。こいつはとても真似できるもんじゃねえ。悔しいがな。だがこのやり方を応用できればお前たちに質のいい装具を用意できるだろう。例の一点物ほどきめ細かくは作れない。それでも戦漬けのお前たちがずっと使い続けられる形にしてやれるはずだ。よし、こうしちゃいられねえ。早速仕事に戻るぞ。ブラックソーンのやつ、いつもの調子に戻ったみたいだな。ああ、これで一安心だ。ようやくまた気楽に二人で酒を飲めるってもんだよ。さてと、俺もこうしちゃいられねえ。一仕事してくるわ。ありがとうよ、クライバー。本当に助かったぜ。やあ、最近よく顔を出すじゃないか。君のために何か面白い話を仕入れておくべきだったな。結構だ。お前の小話を聞くとろくなことがない。君がシャレを下さんだけだろう。さて、今日は何だね。鉄王国について教えてくれないか。あの国のことを詳しく知りたい。ドレイクブレスが次の標的ということか。あれが位置するのは荒波に浮かぶ絶海の孤島。かつてロザリアでドルスタヌスと呼ばれていた聖地だったが、長らく鉄王国に占領されている。鉄王国、それはバリスゼアの西部島嶼を領土としている宗教国家だ。だが同じ宗教国家でもザンブレクが宗教を祭りごとに利用するのとは異なる。鉄王国はそれ自体が国家の基盤となっているのだからな。クリスタル正教、それがかの国の根幹。クリスタル正教はマザークリスタルを聖なるものと崇めている。故にその一部をクリスタルとして切り出すばかりか、ただの道具に貶めるような魔法の使用を禁忌とした。信徒どもに言わせれば、エーテルは汚れであり毒というわけさ。その毒を食らい魔法を行使するドミナントを兵器として扱っているのも特徴の一つだろう。今から約80年前のこと、風の大陸北方のマザークリスタル・ドレイク・アイの消滅を機に、北部諸国とロザリア公国が衝突した。この大規模な戦の陰で鉄王国は公国領を侵犯するに至る。ドレイクブレスを抱くドルスタヌス島、ロザリア最大の聖地を実効支配する形でね。公国側の抵抗も虚しく、クライブ、君が物心つく頃にはもはや遠征以外で立ち入れぬ地になっていたはずだ。
そしてロザリアが滅んでからはドレイクブレスは完全に鉄王国のものとなった。時を経てついに奴らは大陸進出の足がかりとなる要所を手に入れたというわけだ。信仰の対象たるマザークリスタルを持ち、大陸への玄関口ともなるドルスタヌス。かの地はまさに奴らにとっても聖地となった。今この時もクリスタル正教の教えのままに他のマザークリスタルを狙っているのだろう。俺が子供の頃もロザリアと鉄王国はドレイクブレスをめぐって戦をしていた。フェニックスゲートで事件が起こったのも奪還のために本格的な戦端を開く前夜だった。その後統制を失ったロザリア軍は鉄王国の侵略を許し、ジルを含む女子供がさらわれたというわけか。どうだねクライブ。ついでに祖国の復讐も果たしてみては。俺はドレイクブレスを破壊しに行くだけだ。参考になったよ。ありがとう。よし、ジルと話をしたら出発しよこれでやっと鉄王国に。う。ジル、支度は？あらかた済ませたところ。君は言っていたな。やり残したことがあると。ドレイクブレスに行く前に聞かせてもらえないか。それが一体何なのかを。クリスタル正教の最高指導者大司祭イムランの息の根をこの手で止めることよ。それが自分の過去と向き合い決着をつけるただ一つの方法だから。大丈夫、無茶はしないわ。クライブが支えてくれるって言ったもの。ジル。マザークリスタルの破壊も私の目的もどちらもやり遂げてみせる。行きましょう、ドレイクブレスへ。ああ、そうしよう。海の氷結、それを繰り返して霧を作る。こんな風に力を使うとは。鉄王国にいた頃、諸国の警戒を逃れるためにいつもやらされていたことだから。平気。そうは見えない。あの地に潜り込める機会なんてもう二度と来ないかもしれない。だから撃てる手は全て撃たないと。わかった。見えたわ。鉄王国のマザークリスタル。ドレイクブレス。激しい海流に岩礁、それに加えてエーテルだまり。
さながら天然の砦だな。でもここは島の裏側。この小舟一艘ならまず気づかれないと思うわ。